シーズンお疲れ様でした。お疲れ様です。大会始まる前からすごいやりたくないな。インスキャンセルしたのは良かったと。こんにちは、メイチです。トモです。今日も YouTube 撮ってきます。はい、今日はですね、久しぶりにこのまた2階で、これね、前回撮ったと思うんです前回ここで回した時も、久しぶりに2回撮るね。てか YouTube があんまり撮れてなかった、正直。そりゃそうだろ。シーズン中だったからね。で、今日の話は、今日の話はもうワールドカップの振り返りです。シーズンお疲れ様でした。お疲れ様です。ワールドカップシーズンお疲れ様でした。はい、まずその第1戦と第2戦は、その YouTube の方で Vlog が上がってると思うから、そこでなんとなくみんなも順位だったりとか、雰囲気は分かると思うんだけど、実際あそこの映像に映ってることだけじゃなくて、思ったこととか、あとは1戦目の前に思ったこととかちょっと話したりとかもありかなみたいな。なるほどね。どう明智は？今シーズンは、1戦目で表彰台に乗ることができたけど、正直立ち上がりというか、調子としては上がってはなかったなっていうのが、ワールドカップの初戦に向けて去年とかほどこう、持っていくことができなかったなっていうのはすぐ反省していて、だからそれはもうブラジルを経て、アメリカが正直もう今シーズンで一番調子良かったんだけど、怪我をしてしまったからなんとも言えない結果になっちゃったけど、だからなんか今シーズンはこう調整がうまくいかなかったかなっていうのはすごい感じ。運よく中国でこうギリギリでこう食らいついてメダルが取れたという結果が良かっただけであって、自分の中的には大会に向けてこう持っていくことがすごい遅かったなっていうのをすごい反省していて、だから世界選手権でそうならないようにしっかりいろいろ考えなきゃなっていうのを思ってます。なんかその中国前後、ブラジル前後とか、なんか変化あった？だから中国の前で、正直こう去年とか結構年間2位も取らせてもらって、うまくいき過ぎてるなっていう感覚が自分的にあって、自分の強さ以上に結果が出てしまってるみたいな。だからなんかその、ぬるっと始まっちゃったなっていう感覚は結構あるかな。なんかその流れで。そう。で中国出て3位だったと思うけど、でブラジルまでが、一緒にトレーニングもしたりしたけど、どういう気持ちだったの？ブラジルはなんか正直もう大会始まる前からすごいやりたくないなって、もうワールドカップでやりたくないなと思ったことなかったから。なんで？結構今シーズンは前半後半でメンバーの入れ替えがあるって話があって、今だから言えるけどすごい戦いたくなかったの。ユージ君とかさ、ソータとかレイ君、仲いいからね、すごい仲良くて、みんなもう中国とかも全力で応援してくれてたけど、なんで僕こんな仲いいメンバーとなんかこんな後半かけてまたやんなきゃいけないんだろうな。でブラジルはそれでなんかこうちょっとこうなんだろうな、やりにくさを感じて、それはやっぱ今だから言えるけど僕の弱さでもあるなっていうのをすごい感じたね。でもブラジルでは、ユージ君とかソータとか決勝行ってみたいな、決勝でこう戦ってるの見てかっけえなみたいな、バッチリなみたいな、やっぱここまで正々堂々なんかこうみんながやってて、なんかこういうのも悪くないなと思って、そのブラジルで決勝に久々に行けなくて、すごい気合が入り直して、アメリカではもう正々堂々全力でやって、もう恨みっこなしで後半戦かけ戦おうと思ってすごい頑張れたから。なるほど。で俺は、始まりはBJC ぐらいから俺の中であるんだけど、なんか BJC の時は結構、これ前も言ったかもしれないけど、技術とかスキルのクライミングが重要だっていうのを考えて、そっち寄りに結構冬とかは、メイチもそうだと思うけど、一緒にやったりとかトレーニングしてって、で BJC でこれ結構フィジカル部分が足りないなみたいなふうに思ったから、中国まではそこを結構やってて、で中国のワールドカップでは結構傾斜の完登率が良くて、そうだね。で逆にスラブとかコーデがやっぱり練習してなかった分ちょっと落ちちゃってて、フィジカルは調子いいけど技術面ダメだなみたいな感じになって、帰ってきた後すぐにソータとメイチと3人でやったね、課題作って、コーディネーションとかスラブとかいろんな練習をして、でなおかつプラス、ちょっと減量とかもして、いい感覚でブラジルに出て、でブラジル感触よく終わってっていう感じでいい流れできてて、でブラジルからアメリカの間の調整で、ちょっと指の調子が悪いなみたいな雰囲気になっちゃって、単純にその保持力が足りないとかだけじゃなくて、やっぱり自分の中でその指が強いとか、コンタクトが強いとか、
そういうのってやっぱ自信の一つだったから、間違いないね。やっぱそこのこう自信がこう今一つこう確証が持てないまま勝負に挑んじゃってるような感じがして、うまくいかなかった。正直さ、結構ブラジル前に結構しっかりさ、栄養とかも調整してさ、減量とかしてともくんやってたけど、まあブラジルの決勝でもちょっと見てて思ったんだけど、もうただ3ラウンドやっただけでも若干ガス欠みたいな感じだったじゃん。そうだね。見てて、ちょっとすごい疲れて見えるなみたいな。でブラジル初めて行った場所、でしかもありえない移動もあったし、移動して、でそこからまたアメリカっていうさ、なかなかこうただでさえ疲れる状態なのに減量して確かに、それはあったね。そうだからアメリカとかさ、もちろん指の怪我もあると思うけど、なんかガス欠だったのかなって僕は見てて思ったけど、そこはどうなの？それはね、正直結構あった。中国からブラジルの間で、ずっと初めから減量を始めてたわけじゃなくて、調整の途中で減量し始めたから、結構急ピッチでじゃないけど、落とし始めてって、食事は結構徹底してやってたから。やってたね、かなり。結構その海外での食事とかもストレスだったし。わかる。なんか俺このカロリーで計算して食ってんのに、これ何カロリーなんだ何グラムかもよくわかんないし。そうだから僕たちがご飯行くけど行くって言うと、ちょっと俺もう今日カロリー終わっちゃったそうみたいな感じで、ストレスもあったし、めっちゃ疲れなかったブラジル。いや正直疲れたね。そうだよね。でアメリカ着いた時点でめっちゃ調子悪くて、でパワーも出ねえし、で多分その状態で調整もしちゃったから、指もさ多分変なコンタクトの仕方とかして怪我しちゃったと思うんだけど、そこはね反省点ではあったけど、体のキレでいったら全然違う。動きの調子はかなり良さそうだったよ。そう、だからそのこれもっと後の話になるけど、世界選手権はさ単発だから、韓国だし、またちょっとこうあそこまでやりすぎないにしてもありかなとは思ってる。そう、それ聞こうと思ってたの、今後のこの大会に向けてのこの減量とバランス、ぶっちゃけ体力勝負じゃん大会って。もちろん3ラウンドやるとぶっちゃけ 1大会でも結構体力大事な、そこのこうバランスがどうするのかなってちょっと気になります。まず俺体重がそもそも全然軽いタイプじゃなくて、なんかよくこれびっくりされるんだけど、その上りがさすごい軽やかっていうか、バネ感があるから体重軽いって思われがちなんだけど、170で減量してないと64とか5とかある時もあって、重すぎだろ大会中でこれもバラバラだけど61から3ぐらい減量してて、61とか60キロ台みたいな感じ、だからその同じぐらいの身長の人とかでいうと、やっぱ数キロ重いイメージで、クライミングでいうとさ、数キロって結構大きいじゃん、韓国に向けてはまた、60から61ぐらい。結構いくね。だからその分この8月の期間とかはしっかり登り込めるからっていうのを登り込もうかなっていう予定。あとは世界選手権の日程見たよ。予選が終わってめっちゃ中3日4日ぐらい空く。体力的には問題ないと思うんで全く。そうね、実際ね。でしかもアジア圏だし移動も少ないしっていうのもあって、その作戦。今の競技ってさ、体重って結構依存するの？体重ってもう何年も測ったことないから、その大会前とかに。なんか本当人によると思うんだけど、俺は苦手な動きってそんなに種類はたくさんないんだけど、苦手な保持はあるのよ。そうね、保持っていうか苦手な手の形みたいな。そうね、だからそういう意味で言うと、俺は体重っていうか保持感でめっちゃ変わるかなと思ってて、逆に言うと。なるほどね。苦手な保持がなくて苦手な動きが多い人の場合は減量しても何の意味もないじゃん。だから本当にそこは人によると思うんだけど、明治とかもさ、やっぱその重すぎるとさ、きついと思う。指が壊れるね。指が壊れるし、あとはその人よりも絶対その振られが大きいからさ。そうね、そうなのか。僕も減量した方がいいのかな。いや減量あんまりでも苦手な保持とかは多少良くなるじゃん。ただアンダーとかなんか弱くなる説あるけどなんかね、僕ね、エネルギーが溢れてるぐらいのが調子いいんだよ、大会の時。確かに。なんかね、僕どんどん痩せていくから、大会期間中に勝手に。確かにラウンドごとにしぼんでいくのかな。分かる。ブラジルどうだった？ブラジルどうだった？もうそのコンペとかじゃなくて、コンペでもいい、そのオーディエンスとかでもいいし、僕は正直初めて行った国だったけど、めっちゃ楽しかった。めっちゃ楽しかったし、みんな優しい。確かにブラジルの方たち優しい。俺も一言で言うと、好き。なんかね、応援めちゃめちゃいいし、なんか何しても盛り上がるし、あとお店の人も優しかったし。なんか治安とかは正直分かんないけど、あんまり。僕たちは大会のユニフォーム着てたからかもしれないけど、危ない目にあったりとか全く感じなかった。全く感じなかったね。夜で歩かなかったってのはある。そこは意識してたけど、いやなんかこう久々にさ、こうワールドカップで今まで行ったことない国ってさ、確かに僕何年ぶりって感じだよ。
もう基本もうさ、決められた場所をローテしてるから、まあ、南半球ってまずないもん、まあ、オーストラリアですらないからまだない、まあ、いずれね、出てきそうだね。まだオリンピックあるから絶対やるとは思うけど、だから楽しみなんだよね、まだ行ったことないから。まあ、なんかそこもワールドカップの楽しみの一つっていうか、その国のそのクライミング文化はどうなんだろうとか、まあ、単純に街の空気感とかさ、まあ、あとは多少は歴史も勉強してるからさ、あ、ここにヨーロッパの歴史を感じるみたいなさ、あるね。そうっていうのも面白いし、まあ、だから今後も新しい国で大会とかあるとすごい楽しみだなっていうのは思ってます。なんかクライミングのがこう進んできたんだなってのを感じた、ブラジルで。そうだね、熱量すごかったし、まあ、あとはなんかファンに会えたのも嬉しい。てかさ、トム君人気すぎじゃない、ブラジルで。いや嬉しかった結構。なんか今シーズンやった大会で一番トム君出てきて盛り上がってたんじゃないかなまあ、あとは、ヨーロッパ戦どうだった？ヨーロッパ戦はYouTube 撮ってないんだけど。それなんで撮んなかった？まずそもそもで Vlog。ぶっちゃけたこと言うと、調子が良くなくて、自信もそんなになかったから、まあ、それは見てる。まずは自分のことに集中したくて、まあコンディション整えたりとか、ギリギリまでどうやって考え戦うかプランを練ったりとか、そういうことに集中したくてやらなかった。アジアラウンドとヨーロッパラウンドやって何か違い感じた？今シーズン。例えばじゃあ、まあ去年のオリンピックがあったじゃん、去年って。でやっぱそれでさ、その今年からルールも変わってさ、点数システムになったりとかして、でまあ正直さ、アジアラウンドって、まあ毎年なんか独特な課題とかさ、そうだね。ヨーロッパほどホールドババババに並んだりとかない。そうだからヨーロッパがなんか毎年しばらくのトレンドを作る課題とかを毎回出してくれる。どう感じた？その課題のこう変化とか感じたのか？なんかぶっちゃけ課題のここ数年での変化は正直あんま感じなかった。まあ組み合わせだなっていうか、動きの今まで出た動きの組み合わせだなっていうところと、でもアジアとヨーロッパだとやっぱり後半戦の方がよりこう動きとかポジショニングとか、まあ結構大雑把な部分が大事になるかなって思った。それこそさ、久しぶりにボテ走るのが出たりとか、チェコまあ最終5台とかさ、なんか飛んでプッシュしたりとかさ、チェコはちょっと特別だった感あるけど、まあわかるよ。でもスイスもさ、スラブとかも結構大雑把にバンバンみたいな立ったりとか、回転かっこよかった。パドルとか、あとは結構最終課題もさ、ポジション系に見えて結構ただゴリ押す感じっていうか、まあだから嫌いじゃなかったんだけど、俺が良くなかった。じゃあアジアラウンドよりヨーロッパの方がトム君はやりやすく感じた？結構まあ調子が良くなかっただけで、課題のテイスト的には合ってるなって感じ。知ってる感じっていうかではあった。僕今シーズンヨーロッパ戦インスブルクだけ出させてもらったんだけど、どう？予選の課題が狭すぎるってみんな文句言ってた。日本人もみんなマジで狭いみたいな、なんでこんな直投させてこんな高いハイフットとか出てくるのみたいな。僕はそれをやって狭いって感じなかった、正直。この一番でかいくせに。だからもしかしたらその前のヨーロッパ2戦出てる人たちは課題が遠かったのかなって僕はちょっと思ったから、逆にね。でも結構そうだね、贅沢使いしてたかもね、予選から。そうなんだ。派手なコーデがあったりとか、例えばさ、いつもよりさ、フットホールドがさ、ボルト穴2個分ぐらい低いとかさ、アジアと比べてそういうのは別に感じはしなかった、特に。まあいつも通り。そこはそんなに感じなかったかな。別にね、許容範囲っていうか、別に気になるほどじゃなかったけど、なんか手が良くてやっぱ大雑把に距離バンって出すみたいな課題とかは結構やっぱ出てくるなと思う。それが予選から出てきたから、だからその組が狭いってずっと言ってたの。やってる側からしたら別に普通じゃねえと思ってた、ずっと。インスの決勝どうだったの？俺見てないんだよ。インスの決勝はまあなんか全体的に見て課題作るの大変だったんだろうなって正直感じた。まあちょっとセッターの堀さんとも話したけど、もうスポンサー様の関係で、もうこのホールドだけで作ってほしい。例えばさ、1課題目決勝の1課題目のそのアートラインのやつとかも1社限定1社限定のアートラインがもうスタートからゴールまでアートラインしかなくて、それきついね。あれで課題を引くみたいな感じになってて、確かにそうだからすごい難しかったんだろうなっていうのは感じた。でも課題のバランスは悪くなかったと思う。なんか派手になったよね、課題は。でもまあやっぱりホールドメーカーも近いのもあるけど、ブラジルとかもね、つき方とかは派手だったけど、動きとか。そうだね。でもブラジルは基本、まあ、ヨーロッパセッターもさ多かったからあれだと思うけど、まあぶっちゃけ今アジアラウンドでもヨーロッパセッター多いからね。そうだよね。まあなんか特に大きな違いはなかったってことか、そこまでは。まあなんか昔ほどその国ごとの特色はない気がする。課題の競技性は上がってる。なるほどね。
はい、じゃあ最後は、はい今年の9月末にある世界選手権、はい。韓国戦に向けて意気込みとか聞いとく？じゃあ作戦と意気込みでいいか。あ、いいよ。俺プランで言うと、はい、まず僕インスブルックを指の怪我っていうか、指の調子の悪さでキャンセルしたんで、そこから少し2週間ぐらいかな、休んで7月は登ってはいるんだけど、そんなに登り込めてなくて、まだ指のこととかいろいろ考えながらやってるからっていうので今は過ごしてて、感覚系とかフォームの見直しっていうのをやってて、結構いい感覚だなっていうのはあるから、ここから8月に向けては登り込み、とやっぱり足裏感覚とか、体のポジショニングとか、いろんなことを意識して本当にクライミングにたくさん関わっていかないといけないなっていうふうに思ってる。一つトモ君にすごい気になるのが、今シーズンさぶっちゃけブラジル良かったけどさ、その後かなり調子を落としてたじゃん、こういう流れっていうのがさ、もうこのトモ君の競技人生多分10年以上見てきて、あんまりなかったの、僕から見てね、そこはなんか韓国に向けてなんかこう気持ち的にネガティブな部分っていうかどうなのかなってちょっと気になってる。いや楽しみです。不安とかではなくて、不安っていうかインスキャンセルしたのは良かったと。もちろんさ、ダメって分かってても負けたら落ち込むやん。それはそうだ。でそれがさ後延ばしになったらやっぱり次に備える時間がなくなるから、やっぱあそこはいい決断だったと思うし、逆にその今年正直シーズンとしては全然ダメな良くなかったシーズンではあったんだけど、その中でもたくさんクライミングって気づきがあったから、それを世界選手権に向けてどれだけ自分が活かせるのかなというか、修正できるのかすごい楽しみだし、あとは本当に若い世代で強い選手がたくさんいるから、そこがすごい今はモチベーションになってるし、楽しくなってきたよね。いい時代ではあると思います。はい。よかった。不安とかあんのかなってちょっと思ってたから。いや不安はないの。かっこいい。むしろ優勝できるか楽しみだなっていう。おお、すげえ。どこまで上げられるかね。そうだな。僕は世界選手権に向けては最近やっぱさ指とかも結構いろいろ気にしてやってて、トレーニングとかもなんか保持全般、もっとベース上げられるなってすごく感じてるから、でやっぱ苦手な動きも昔よりだいぶできるようになってきて、今からはしばらく登り込みをして、指の怪我だけはないように、で8月中旬ぐらいまではかなり登り込んで、そこからはもう結構もう感覚系にシフトしていこうかなと思ってて、最後はね、だから今シーズンはスラブの完登率もちょっと去年より下がっちゃったし、だからそれは去年から今年にかけてやっぱ苦手なフィジカルとかを結構強化してきたつもりだから、でもやっぱ世界選手権でやっぱまだそれこそリー君とかみたいに並べるほどフィジカルは多分上げられないから、やっぱり大事なのはテクニックなのかなと思ってて、とりあえず登り込みでフィジカル強化からのかなり集中してテクニック系をやっていこうかなと思って、ワクワクしてます。はい、最後目標、目標はもうずっとこれは年の初めから言ってるけど、優勝っていうのが目標で、あんまりいろいろ言うことはないんだけど、ぶっちゃけ今シーズンのそのワールドカップの成績から言ったらやっぱり難しいって思う要素もたくさんあるとは思うんだけど、それを経て今考えてトレーニングしたりとか準備ができてるから、その優勝できる確率を少しでも上げるように最大限努力していきたいと思います。僕の目標は、優勝とは言えなくて、初決勝ですかね。いや優勝してほしくはないか。ダメだ、俺が優勝してほしい。いや世界選手権でまだファイナルって言ったことがなくて、ボルダー単品だとやっぱそういう部分が僕のすごい今後のずっと課題なのかなと思ってるから、それはある、だからやっぱその自分が決めた大きな大会で自分が望むようなしっかりした結果を出すっていうのが目標かな。そうだ、もちろんまず決勝、決勝に行ったらメダル、メダルが取れそうなら優勝一個一個まずは予選通過からしっかり僕はやっていかないと。本当に今まで世界選手権も何回も出てきて6回ぐらいか、やっぱ世界選手権はもう本当に別物。全く違う。ワールドカップ強い選手が強いわけじゃない。やっぱりこの前が、ミカが優勝して本当すごかったし、あれは本当に最後まで自分信じたやつが勝てるし、その日その瞬間強いやつが勝つイメージがあるから。世界選手権ってアリーナじゃん基本的に、でもまた全然雰囲気違うじゃん。違う、重さが空気の、あの中でどれだけ自分に流れを持っていけるかっていうのがすっごい大事ですよ。だから本当に最後の瞬間まで、俺たちも自分を信じて頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。実際、こういう話、どうでした？確かに長えって思いました。ここまで見てて、こういう感じの大会の振り返りとか、どう思ってたみたいな話をちょっと聞いてておもろいなって思ってくれた人がいたらコメントくれると嬉しいです。こういう動画だったらね結構たくさん撮れるからね。そうだね。なんかこれについて話してほしいみたいなね、あったらコメントください。じゃあ
はい、そんなわけで今日もトレーニングなので練習頑張ります、バイバイ。バイバイ。